心が元気になる美容健康雑学。更年期、手の甲の血管が目立つ人、実は〇〇が減っています。そして若々しい手になるための4つの秘訣をお話しします。最近手の甲の血管がボコボコしてきた。若い頃と全然違う。手だけ老けた気がする。袖をまくるのがなんとなく恥ずかしくなってきた。こんな風に感じている方いませんか？はっきりお伝えしますね。年齢のせいと思われがちですが、それだけではないんです。コラーゲンが減っているせいかなと思った方も多いかもしれません。でも実はそれだけではないんです。更年期のあるホルモン変化と、それによって体の中で起きていることが深く関係しているんです。今日は手の血管が目立つようになった理由と、目立ちにくくできるかもしれない食べ物やケアの仕方をお伝えしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。まず、手の甲の血管が目立つこと、ハンドベインと言います。病気ではありません。でもなぜ年齢とともに目立つようになるのか、ここに多くの方が知らない事実があるんです。手の甲の血管が目立つ大きな理由の一つが、皮膚や皮下組織が薄くなることなんです。若い頃は皮膚に厚みと張りがあるため、血管は目立ちにくいんです。でも年齢とともに皮膚や皮下組織が薄くなると、まるで血管に蓋をしていたものがなくなるように浮き出て見えてくるんですね。ではなぜ皮膚が薄くなるのか、ここがポイントです。皮膚の張りを支えているのはコラーゲンとエラスチンという成分。これが年齢とともに少しずつ減っていくんです。そしてさらに更年期の女性にとって見逃せない理由があります。エストロゲン、女性ホルモンです。エストロゲンは皮膚のコラーゲンを保つことや作られるのを助ける働きに関わっているんです。ところが30代からエストロゲンは減り始め、更年期を境に急激に減少します。つまりエストロゲンが減る、コラーゲンが作られにくくなる、皮膚が薄くなる、血管が浮き出て見えるという流れが起きている可能性があるんです。手だけ老けた気がするにはちゃんとした理由があったんですね。あなたが悪いわけじゃないんです。もう一つ知っておいてほしいことがあります。それは紫外線です。手の甲って実は毎日紫外線を浴びている部位なんです。紫外線を長年浴び続けると光老化が進み、コラーゲンが分解されやすくなり、皮膚が薄くなると考えられています。日焼けして小麦色の肌より手の甲の日焼け止めの方が実は大切だったりするんです。では今日からできることをお話しします。どれもお金をかけずに始められることばかりです。一つ目は保湿です。乾燥すると皮膚のキメが乱れ、より薄く見えたり血管が目立ちやすく感じることがあるんですね。ここで一つ知っておいてほしいことがあります。ハンドクリームをいきなり塗っていませんか？実は乾燥した手は水分が不足しているため、先に化粧水で潤いを補ってからクリームを重ねた方が潤いを保ちやすいと言われています。おすすめの順番はこうです。まず化粧水で水分を補給する。その後化粧水が少し残っている状態でハンドクリームを重ねる。油分で水分に蓋をするイメージ。顔用の化粧水でも全然構いませんよ。刺激を感じる場合はアルコールの少ないタイプを選ぶと安心です。そしてもう一つ、食器洗いの時に試してほしい方法があります。手に化粧水とクリームを塗って、その上から薄いビニール手袋、さらにゴム手袋をはめるだけ。洗い物をしながらハンドパックができちゃうんです。洗い終わった後、手のしっとり感を感じやすくなるかもしれません。毎日続けることが大切なので、できそうなものから一つ試してみてくださいね。おすすめのハンドクリームは概要欄に参考として載せておきますね。2つ目は食事です。皮膚と血管を内側から整えるために特におすすめなのが大豆製品です。豆腐や納豆に含まれる大豆イソフラボンはエストロゲンに似た働きをすると考えられているんです。毎日の食卓に取り入れやすいのもいいですよね。そしてコラーゲンの材料になるタンパク質も大切です。鶏肉、魚、大豆製品などを意識して摂ってみてください。さらにコラーゲンの合成を助けるビタミン C も一緒に摂ると効果的と考えられています。キウイ、ブロッコリー、パプリカなどに豊富ですよ。毎日全部取り入れなくても大丈夫です。まずは今日から一つだけ始めてみてください。3つ目は肘上げ呼吸法です。
背筋を伸ばして鼻から息を吸いながら、両肘を開いて手を耳の高さまでゆっくり上げる。そのまま口からふーっと吐きながら肘をゆっくり下げます。これを10回、腕を心臓より高く上げることで静脈の血液が心臓へ戻りやすくなると考えられています。深呼吸もできるので気持ちのリセットにもなりますよ。4つ目はツボ押しです。手のひらの中央よりやや親指寄りに老朽というツボがあります。そして手の甲側、親指と人差し指の骨が交わるあたりには合谷というツボがあります。どちらも東洋医学では血行を整える目的で使われることがあるツボです。冷えやむくみが気になるときに取り入れられることもあります。反対の手の親指でじんわり押すだけでいいんです。テレビを見ながら、お風呂の中で、寝る前のちょっとした時間に道具も何もいりません。手の血行が気になる方、最近なんとなく手が疲れている方にもぜひ試してみてほしいです。今日お伝えしたのは4つです。保湿で皮膚の潤いを保つこと、食事で内側から整えること、肘上げ呼吸で血流を促すこと、そして老朽ツボで手の血行を整えること。手は年齢が出やすい場所ですが、毎日の積み重ねで印象は変わっていきます。焦らず少しずつ続けてみてくださいね。完璧じゃなくていいんです。今日から一つ試してみてください。このチャンネルでは40代、50代、60代の女性が毎日をちょっと楽に元気に過ごせる美容と健康の雑学をお届けしています。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録していただけるととっても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。